皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の9日金曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時、32分ですかね。約2時間ぐらい遅れましたね。ということで、ワイワイニュースライブ通算で今日は2832回目を開始したいというふうに思います。1ヶ月ぶりにですね、今日は二元放送が実現できています。いつものようにツイキャステレビと、これが正面ですね。からこちらで iPhone の画面でFacebook のライブ中継が1ヶ月ぶりですね。実現できています。まあ明日明後日、どうなるか分かんないんですけど、6回目のFacebook から一方的な不当なですね、コミュニティ規約違反、ヘイトスピーチ規約違反ということで30日間の利用サービス禁止処分が出されてですね、昨日の朝早くに解除されたということなんですね。ということで今日の放送を始めたいというふうに思います。最初の最新のお知らせですけど、昨日のテーマですね。昨日木曜日のワイワイニュースライブのテーマ、日本国民はなぜ衆議院の解散権は首相の専権事項であるという歴代自民党内閣による憲法違反の大嘘を信じ、首相による衆議院解散総選挙を是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのかということで、これがYouTube 向けの表紙ですね。ということで安倍晋三の顔が出てて、衆議院解散は首相の専権事項は大嘘であるというやつです。で現時点での視聴者数はですね、ツイキャスで、316名様、YouTube で582で、全部で898ということです。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から K さんがコンティニューコインですね。それから土山純一さんがお茶爆10配信ありがとうございます。コンティニューコインが2枚ですね。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。それからこの放送の前にですね、砂月さん、ネオコンの、戦争挑発、広島爆撃を賛美するフリービーコンマスコミに載らない海外記事というやつですか。それから砂月さん、被爆者たちが出演上映中止にされた超大作映画広島とはということ、 ETV 特集ですか。 NHK ですね。それから警部補が息子の事件の証拠隠滅と香川県警処分公表せずという毎日新聞から埼玉県知事選野党統一候補として大野さん立候補、令和が山本太郎さんも応援するでしょうということですね。はい。YOYO さん、ヨーヨーさんか、コンティニューコインですね。砂月さん、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれました。ということで、今日の画像ですね。これは今日のメインテーマと関連するんですけど、要するに、小泉進次郎とは一体何なのかという、隠された正体とは何なのかということで、この写真ですね。2013年7月に撮られた、これ真ん中にいるのがマイケル・グリーンという CSIS、日本の工作機関ですね。
日本への工作機関ですね。アメリカのシンクタンク CSIS 戦略国際問題研究所、この、ジャパンハンドラーズ、日本語ペラペラなんですね。で彼を囲む会というのがあって、その集合写真なんですね。これが2013年7月ですから、もう6年前なんですけど、一番端にいるのが、これが小泉進次郎ということで、彼が2009年に衆議院選挙で、衆議院議員になったということなんで、国会議員なんですね、この時。そして、ここにいるのが船橋陽一というかつての朝日新聞の主幹をした工作員なんでしょうね。ジャパンハンドラーズの一人と。そしてこの女性がですね、例のハゲとかなんか言って、秘書を罵倒して、叩いたということで、議員、辞職したんですかね、落選したんですかね。なんていうか、豊田真由子という彼女も入ってたんですね。ジャパンハンドラーズの司令塔マイケル・グリーンの愛弟子たちでしょうね、おそらくね。こういう写真がありました。だから小泉進次郎の正体とはアメリカのジャパンハンドラーズの工作員であるというのが、誰も言わない、マスコミは一切言わない、野党も言わないという。ですから今こそ知るべきだろうということなんですね。から2つ目が今日のトピックスで取り上げましたけど、アメリカでですね、不法の移民狩りという名目でまさに、ナチスがユダヤ人狩りをして迫害したという同じようなことを合法的にやってるんですね。これポリスフェデラルエージェントということで、これがどっかの作業場ですよね。作業場に踏み込んで不法移民を一網打尽にしているという AFP の今日の記事についてた画像です。この間の昨日のメインテーマですね。衆議院の解散権は首相にはないんだよということを、やはり今こそ全国民は知るべきだということなんですね。その根拠として憲法第41条の全般ですね、国会は国権の最高機関であるということで、ですから最高機関の国会をその下にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が自分の都合でですね、国会を解散できるはずがないという41条の根本原則なんですね。それと誰も言わないんですけど、憲法第7条の2項と3項が天皇の国事行為という名のもとに実際は国会を召集する、第3項衆議院を解散するという、国政事項、国事行為じゃなくて国政行為の文言に差し替えられているということなんですね。でこれは誰も気がつかないし誰も言ってないというまさに憲法違反なんですけど、こんな文言の差し替え GHQ マッカーサー総司令官が将来自分たちの傀儡政党が常にですね、自分たちの都合のいい時に国会衆議院を解散して総選挙して当然ながら勝つというためにですね、このような謀略的な文言の差し替えというのをやったんですね。でそのことを誰も指摘しないということなんですね。何でしたっけ。そうか、それの後半部分ですね。これはいいですね。 YouTube の表紙ですね。
そして、現時点での視聴者数。これは今日の画像ですね。マイケル・グリーンを中心にしたジャパンハンドラーズの工作員、日本人工作員の集めですね。船橋雄一なんか小泉進次郎、国会議員になりたての若き日の進次郎。この写真を見ればいかに小泉進次郎が、彼は大学を卒業して同じジャパンハンドラーズのコロンビア大学の教授の下で、留学したんですね、コロンビア大学に。そして2年の留学後、そのまま CSIS の客員研究員として就職したんですね。そして日本に戻ってきて2008年に父親の小泉純一郎が引退するということで、彼が後継指名されて自民党の公認を受けて、横須賀から父親の地盤をそのまま受け継いで、そして15万票の圧倒的な票を集めて衆議院議員になって現在まで至るという経過なんですね。それからユダヤ人狩りみたいなナチスのユダヤ人狩りと同じようなファシズムそのものの様相がアメリカでトランプが仕掛けてるんですね、これ。ですから父親母親がこの不法移民ということで作業場かなんかで直接拘束されるということで、学校から帰ってきた子どもたちが途方に暮れるわけですよね。父親も母親もいないと、消えちゃったという悲劇が繰り返されるということですよね。そして、今日の注目情報、これはリテラですね。非常に長い記事なんですけど、大村愛知県知事が公権力こそ表現の自由を尊重の真っ当な主張に水田萌や維新の松井吉村が醜悪な圧力正当化というリテラの8月の7日の文章ですね。これ全文をアップしたんですね。非常に重要な記事ですので URL 今アップします。だから日本国憲法21条表現の自由検閲の禁止を直接持ち出して、この大村知事が憲法違反の疑いがあるというふうに正式に発表したっていうのは画期的ですよね。日本国憲法の条文を基準にして物事を判断するということが日本の政治家はほとんどしてこなかったと。野党議員も しないんですよね。なぜか。国の最高法規としての憲法が価値判断の基準として、公権力の価値判断の基準として全然使われてないという恐ろくべき、無法状態なんですね。ですから全ての公務員というのはこの日本国憲法の条項理念をベースにして日常の業務をしなくちゃいけないんですけど、彼らは時の権力、政権、与党、自民党、安倍に忖度して、彼らの顔色を伺いながら日々の日常をしていると、業務をしているという全く間違ったことになっちゃったんですね。これは今日の注目情報です。
ですから真っ当ですよ、大村知事が言ってることは。憲法の条文を具体的に持ち出して憲法違反と。ただ問題は、この間テーマとして取り上げてますけどね、日本には憲法裁判所がないから、たとえ大村愛知県知事がですね、いわゆる表現の不自由点を一方的に河村名古屋市長が国民の総意に反するということで、中止させて、それに呼応して、意図的にですね、2日間で1400件の中止要望のファックスとかメールが来たという。2日間で1400も普通だって来ないですよね。これはもう日本会議が意図的にそのように組織的な抗議行動をしていると。彼らは日本全国でそのようないわゆる組織行動を行ってるんですよね。で、例えばこの前もトピックスで取り上げましたけど、朝鮮学校に対する地方自治体の公的補助を打ち切るということは日本国憲法違反であると、憲法違反であるという訴訟を担当した弁護士2人に対して720名のいわゆる市民がですね、こぞってこの2人を懲戒処分にしろと、懲戒請求を2人が所属している弁護士会に訴えたということがあって、それに対して2人の訴えられた2人が反訴して721名に対して名誉毀損で業務妨害だという反訴の裁判をして、したんですね。ですからこれも組織的、日本会議が中心になって組織的にこのようなことをしない限り700名もの人間がですね、個々バラバラに弁護士の懲戒請求をするなんてことはありえないですね。ですから名古屋の芸術展に関しても2日間で1400の抗議が来たという、あるいはファックスでガソリン撒いて中止させるぞというファックスも来たということで、これは組織的な工作であるというふうな、それを受けて中止すると河村が中止要望を出したということで、実行委員長の大村愛知県知事は安全が確保できないということで中止をさせたという経緯なんですけど、彼が日本国憲法第21条の表現の自由、検閲の禁止の項目を持ち出して、これは表現、憲法違反だというふうに正面から意見表明したっていうのは正しいですよね。珍しいですよね。ただ日本には残念ながらその憲法違反の疑いがあるということで、大村知事が訴える先がですね、憲法裁判所がないから、結局地裁高裁最高裁で却下されるという繰り返しなんですね。たとえ地裁で受けても3年後に例えばそれは違憲であると、違憲判決が出ても高裁で、名古屋高裁で2年か3年かけてもうひっくり返されて棄却処分されると。でそれに準抗告、最高裁に上告しても最高裁は1年2年3年ほっといて、それで棄却するということで、全部で5年6年7年もかかるということで、もうこういうふうなシステムになってるんですね。
でそうじゃなくて、日本とアメリカとイギリス以外ほとんどの国が持っている、いわゆる憲法の番人として独立した憲法裁判所が日本にあったならば、大村知事がですね、この件に関して、憲法第21条の表現の自由検閲の禁止の項目に違反するということで憲法裁判所に訴えれば当然ながらこれは憲法違反であるという裁定が下って、この中止も違憲であるというふうになったはずなんですけどね。ミルキーさんコンティニューコインですね。それからキララカットさんがコンティニューコイン2枚ですね。ということです。そして、大村知事の記事の後、今日の推薦図書ですね。これですね、今日は3回目ですね。ジム・ロジャーズ、日本への警告ということで、第一章、日本人が見ぬふりをすると、破滅的な出来事だということで、今日は途方に暮れぬ日本人ということで、第3回目ですね。ここを読みますね。眼鏡取らないと細かい字が読めなくなったんですね。で、途方に暮れる巨人だ。途方に暮れる巨人です。破綻というのはゆっくりゆっくりと訪れるものだと。リーマンショック2008年の時もそうだったと。少しずつ力を加えた小枝がやがてポキリと折れるように取り返しのつかなくなってから多くの人がしまったと気がつくと。リーマンブラザーズは160年近く存続し、誰もが今後も存続するものと思っていた。しかし突然リーマンブラザーズはなくなってしまったと。日本にも破綻の日は刻一刻と近づいていると。このまま日本人が手をこまねいて何も対策を打たなければ50年もすれば日本は考えられないほど衰退していることだろうと。日本から豊かさが失われると知ったらこれほど残念なことはないと。日本は素晴らしい観光の地であり、それにふさわしい豊かな文化と伝統を持つ。そして今のところ世界最高のインフラが備わっていると。日本よりも優れたインフラのある国は思いつかないと。新幹線、地下鉄、何もかも見事に機能していると。私が1990年頃に世界一周の途上で日本に立ち寄った時は、近代的インフラの蓄積に本当に驚いたものだと。高速道路では電光掲示板が先にあるさまざまな都市までの所要時間を表示してくれていたと。舗装された主要な道路の表面には点滅灯が埋め込まれ、ドライバーはカーブがあることをずっと手前から早くできると。雨でも快適に買い物ができるアーケード、目の不自由な人々のために設置された視聴覚障害者用、誘導ブロック、点字ブロック、目にするあらゆる情景から日本の裕福さを感じたと。実際当時は外貨準備高で潤っても世界一裕福な国だったのだと。もう誰も覚えていないかもしれないが、戦後長らく日本では誰もが規律正しく懸命に働き高品質の製品を作り続けてきたと。そして国の借金も少なかったと。70年代80年代の日本は確かに世界の先進国を追い抜き、数十年の間世界で最も成功した国だった。バブル崩壊後の90年代でもまだ絶望的な状況ではなかったと。しかし私が訪れた1990年頃の時点から、私は日本という経済大国が長期的な問題を抱えていることを感じていたと。私の目から日本は途方に暮れた巨人のように見えたのだと。こうしたことを私は2003年に出版した冒険投資家ジム・ロジャーズ世界大発見日本経済新聞社に書いたと。ある時点ではまだちょっとしたひび割れのようにしか見えなかった小さな変化も、今は誰の目にも明らかになっていると。日本が抱える具体的な問題点については本章でこれから明らかにするが、問題を解決できなければ数世紀後には日本語を話す人は世界から消えているかもしれないと。
日本人の血を引く人が残ったとしても、きっと彼らは中国語を使っているだろうと。覇権国家は近隣諸国を直接的にあるいは間接的に支配するのだと。もっとも日本人はかねてから中国語から借用した漢字を使用しているのだから、中国語は受け入れやすいかもしれないというここまでですね。そして、来週の月曜日、次、子を産まず移民も受け入れない日本人というところですね。ということです。1990年代から日本がおかしくなったということですね。ということで、ジム・ロジャース、ミルキーさん、マイケル・グリーン、日本の総理はバカにしかやらせないというそういうことですよね。まさに。三枝クララさん、コンティニューコインですね。ミルキーさん、小泉進次郎、12年から19年。本会議発言1回、委員会発言5回、質問主意書0本と。けれどマスコミは彼を持ち上げている。まさにそうですね。なんかものすごく活動しているような印象を与えてますよね。ミルキーさん、コンティニューコイン2枚ですね。キララカットさんがコンティニューコイン2枚ですね。ということで、推奨本の今日朗読したところだけでも、タイトルだけでも、これ途方に暮れる日本人じゃなくて巨人でしたね。ちょっと訂正しますね。巨人です、これ。日本人じゃなくて巨人。これですね。ジム・ロジャース。はい。で、今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ。日本国民をマスコミが煽る小泉進次郎と滝川クリステルの結婚話と小泉進次郎首相待望論に騙されてはいけないという異常突然なんですよね。昨日、一昨日かなんか首相官邸で記者会見を2人揃ってやったということなんですけど、これは一体どういう意味があるのかということですね。で、日頃安倍晋三と自民党に、痛烈な批判を浴びせかけている日刊現代も以下のような提灯記事を書いているということで、昨日付ですかね、進次郎氏結婚でご祝儀入閣確実かと、首相官邸で発表の裏という日刊現代ですね、ということなんですね。で、今回の突然の首相官邸での記者会見を仕掛けたのは、先の参議院選挙の敗北で求心力を急速に失った安倍晋三ではなく、ポスト安倍晋三を狙う官邸の陰謀家、菅官房長官だったところがミソだということなんですね。菅主導なんですよ、これ。で、菅官房長官の第一の目的は、先の、参議院選挙で山本太郎の令和新選組が大健闘して選挙中はわざとスルーして、無視してたマスコミが選挙後にこぞって山本太郎にスポットを当て始めたため、それを潰すため、報道ジャックするためだったということですね。で、第二の目的、これが彼の本当の目的ですが、国民に人気のある若き改革者小泉進次郎、実は違うんですけど、そういうイメージを持っている若き改革者小泉進次郎を前面に押し出すことで、ポスト安倍晋三を狙う自分の影響力を増し、フィクサーとして、自分を位置づけるということなんですね。で、参議院選挙で比例で240万票も減らして敗北した
傷だらけの悪代官安倍晋三にとって代わって、彼に引導を渡してですね、禅情の意思表示を彼はこれでしたんだというふうに私は見てるんですね。でこのような菅官房長官を司令塔とする官邸と自民党とマスコミが仕掛ける結婚話と小泉進次郎首相待望論の謀略的世論誘導に再び騙されないとために日本国民全てが知るべき3つの隠された正体をいかに期すというのが今日のメインテーマなんですね。3つの隠された正体とは何かというと、小泉進次郎の正体、隠された正体、それから父、小泉純一郎の隠された正体、そして小泉家ですね。小泉家の隠された正体とは一体何なのかということをやはり、マスコミは一切書かないですから、我々が情報発信するしかないということなんですね。ということで最初の小泉進次郎の隠された正体ということで、先ほどの写真をお見せしたように小泉進次郎っていうのは関東学院大学の経済学部を卒業した後ですね、米国ジャパンハンドラーズの一員であるコロンビア大学のジェラルド・カーチスと、今でも日本のテレビ出てるんですかね、の下でコロンビア大学に修士留学したんですね。で2年間ぐらい修士して、で、コロンビア大学修士を取った後ですね、ジャパンハンドラーズの一大拠点 CSIS 戦略国際問題研究所の客員研究員となったということで、もう完全に彼はジャパンハンドラーズの一員だと、根っからの100% ジャパンハンドラーズの工作員だというのは彼の正体なんですよ。これはマスコミ一切言わないですからね。でこれが証拠写真ですけど、マイケル・グリーンという日本語ペラペラのですね、いわゆる日本担当のジャパンハンドラーズの司令官の一人なんですね。司令塔の一人と、彼を囲んだマイケル・グリーンの会というのを作ったんですね。でその一員に、若き日の2013年7月ですから6年前の小泉進次郎がいるということですね。そして、このマイケル・グリーンの隣に、朝日新聞の元主幹の船橋陽一もいるということで、彼も朝日新聞をまさにアメリカ支配階級のいわゆる広告塔みたいな形にしたのが彼なんですね。これです。でこの写真を見れば衆議院議員小泉進次郎は米国支配階級の日本工作の一大拠点 CSIS、戦略国際問題研究所の司令塔の一人マイケル・グリーンと非常に近い関係であることが分かるということなんですね。だから大学卒業してコロンビア大学に留学して、その後 CSIS の客員研究員になったっていうのも全部この系列なんですね。それじゃあその父親の小泉純一郎とは何かと、小泉純一郎の隠された正体とは何かと、これもマスコミ一切言わないですからね。で小泉純一郎っていうのは総裁選に、自民党をぶっ壊すという改革派として登場する前は小派閥のですね、なんか偏屈な人物だと、頑固で偏屈な人物だと 見られたんですね。それが突然、自民党をぶっ壊すという改革派として、自民党の総裁選に出馬して勝利しちゃったんですね。そして彼は2001年から2006年まで、1、2、3、4、5、6年間
首相として、新自由主義の小泉構造改革を強行したんですね。竹中平蔵とともに。で、その結果何になったかというと、これはもう現在ますますひどくなる富裕層と貧困層の大分裂、それを仕掛けたのがこの小泉純一郎が強行した小泉構造改革ですね。国民がそれまでは比較的厚い中間層、豊かな中間層があったために日本社会っていうのは非常に安定してたということで、先ほどのこのジム・ロジャースさんが言ってた、日本はかつて豊かでインフラも非常に整ってたという素晴らしい国だったというのはこういうことだったんですね。豊かな中間層、確かに金持ちはいるけど、でも貧富の差はそれほど現在と比べたら相対的に少なく、分厚い中間層が真面目に働いて、素晴らしい製品サービスを提供していたというのがかつての70年代、80年代、60年代、70年代、80年代の日本なんですね。で、この小泉純一郎が首相に就任した2001年、彼らが竹中平蔵と共にですね強行した構造改革という名の下のいわゆる小さな政府、新自由主義、小さな政府から自己責任、市場開放、グローバリズムという今では当たり前になっていることを彼は初めて日本に導入して強行したんですね。その結果何が起こったかというと、日本国民の貧困化ですね。そして特に、竹中平蔵が主導して行った製造業における派遣の今までは禁止だったんですけど、それを自由化という名のもとにですね、製造業に対する派遣を合法化しちゃったんですね。それまでは派遣ができる業種が限られてたんですね。非常に特殊な、例えばコンピューターの技師とかですね、あるいは特殊技能を持った高度の技術を持った人たちは派遣できるということなんですけど、十数種類しか派遣ができなかったんですね。ほぼ禁止されてたんですけど、それを規制緩和という名のもとに製造業に対する派遣を合法化したということで、それまで例えばトヨタの組み立て工が正社員として年俸300万、400万、500万収入を得てたというのがですね、一旦彼の首を切って派遣会社の社員に転籍させて、そしてそこから派遣してもらうということだと、正社員としての年収がですね半分で済むんですね。600万だったのが300万で済むと。そして雇用義務がないということで、いつでも解雇できるという、製造業の社長にとってはですね、願ってもないことが実現しちゃったんですね。その結果、その、製造、派遣された非正規労働者たちが首を切られて、そして住む場所もないということで、日比谷公園の中に青テントで野宿するというところまで来ちゃったんですね。ですから現在のいわゆるパソナ等々の派遣会社が莫大な売上と利益を上げている元っていうのはこの
小泉純一郎と竹中平蔵が行った派遣業の解禁と、派遣の解禁ということがあったんですね。ですからそのことを決して忘れてはいけないんですね。小泉進次郎の結婚話と彼を首相にすべきだという首相待望論がわーっと出てくる中で、進次郎の正体とか、あるいはその父親の純一郎が一体何をやったのかと。進次郎っていうのは純一郎の地盤をそっくりそのまま受け継いで、何の努力もなくですね、衆議院議員になったまさに、ボンボンなんですよね。何の実体経済で、会社勤めをしたこともないと、何もしたことはないというとんでもない人間なんですけど、彼があたかも有能な改革者として、国民的な人気を得てるという仕掛けがされてて、それに国民はまたしても騙されるということですよね。で、小泉純一郎が登場した時、90% 以上の国民が彼に期待したんですよね。すごかったですよ。それで小泉純一郎まんじゅうとか小泉純一郎せんべいとかなんかが出て、自民党本部でですね、あるいは各、自民党の支部でですね、そういうお土産品を売ってたんですよね。それに、みんなが群がったという異常な状況が2001年からずっと続いたんですね。それを再現するという魂胆なんですね、今回のあれは。そして3番、それに関する小泉純一郎の隠された正体を知るための、参照記事として私のブログ記事を持ってきたんですね。これは2011年、3月24日のブログ、杉並からの情報発信です。で、配信した日本の貧困家の主犯、小泉純一郎と竹中平蔵をこのまま延命させてはならないという記事ですね。これ結構長い記事なんですけど、これを持ってきました。で、3番目、小泉家とは一体何なのかということですね。で、結論から先に言うと、小泉家の隠された正体とは、小泉家の元はですね、横須賀のヤクザだったということなんですね。で、初代の小泉家の初代っていうのは小泉又次郎といって、ヤクザそのもので全身に入れ墨を入れてたという。で、なぜか彼は衆議院議員になって、大臣になって、入れ墨大臣というほどの異名を取った有名な人間なんですね。そして小泉、これが小泉進次郎の曽祖父ですよね。そして、彼の祖父、おじいさん、小泉純也、これは小泉純一郎の親父ですけど、彼は旧姓鮫島といって婿養子になったんですね。そして小泉純也に名前を書いて、で彼も衆議院議員になって、最後は防衛庁長官もやったということなんですけど、なぜ防衛庁なのかと。これは横須賀ですよ。横須賀っていうのはアメリカの巨大な米軍海軍基地があるということで、米軍利権なんですね。で、安全保障のために必ず横須賀、米軍基地のある横須賀とか、あるいは三沢とか、青森の三沢とか、あるいは横田とかですね、あるいは岩国とか佐世保とかという、あるいは沖縄等々で地元の自治体の長はですね、必ず自民党が市長を務めるということで、利権なんですね。ですから小泉純也という小泉純一郎の父親は防衛長官をしたということなんですね。そして小泉純一郎は元総理大臣父親で、本人小泉進次郎で、
兄がいるんですね。小泉孝太郎という俳優がいるんですよね。小泉家。この正体は一体何なのかということで、元はヤクザだったという。ですから港ですからね。日本海軍の軍港だったんですね。でもともとはその軍港にいわゆる人手人足等々を供給する、職業、ヤクザですよね、だったんですよ。そして長男がこのヤクザ小泉組を継いだんですけど、ヤクザの抗争の中で殺されちゃったんですね。で仕方ないんで、この鮫島純也という男をですね婿養子にしたということなんですけど、この鮫島純也っていうのは鹿児島出身なんですね。鹿児島の今は町名がなくなっちゃったんですけど、鹿児島の田伏なんですよ。田伏出身なんですよ。だから全国にその当時田伏っていうのがあって、いわゆる被差別朝鮮部落だったんですね。山口の田伏も、それから鹿児島の田伏も。でその田伏村から田伏町から鮫島純也というものを婿養子に迎えて、2代目にしたということなんですね。ということで、そのことの参照記事として私が2010年ですね、3月9日にブログで配信した小泉純一郎元首相の実家はヤクザ小泉組だったという記事を持ってきましたということです。三枝クララさん、とっても気持ち悪い結婚記者会見、そうだったんだ。オリンピック招致メンバーも同様ということですか。砂月さん、朝鮮総連買収失敗の池口、は小泉純一郎のいとこですね。そうですね、警官というんですか。そうですよね。朝鮮総連の本部が差し押さえにあって、競売になった時に、一番最初に手を挙げて、名乗り出たのがこのなんかカルト宗教なんですね。宗教の教祖みたいのを名乗ってる池口警官という正体不明の人間なんですね。で結局金が払えなかったから彼は落札できなかったんですけどね。でも話題になりましたよね。で彼が小泉純也のいとこだということで、旧姓、鮫島なんですよ。全部つながっちゃってるんですね。というのが今日のですから、今日のメインテーマで、私の言いたいことは、またしてもだから父親の小泉純一郎が自民党をぶっ壊すという威勢の良い主張でですね、突然自民党支給派を倒すんだということで、ぶっ壊すんだということで、自民党総裁選に名乗り出て、期待、予想に反してですね、彼が勝っちゃったんですね。そして内閣総理大臣に就任したと。そして、小泉構造改革をするんだということで、90% の日本国民が騙された経験があるんですよね。その結果、現在の悲惨な形、日本になっちゃったんだということを決して忘れてはいけないよということなんですね。日本人はなぜか過去の忌まわしい過去を忘れようとしてるんですよね。正面から見ないということで、なんか変だけどその原因を徹底的に追求しないで、目をそらしちゃうという、ジム・ロジャーさんが言ってる、悲惨な結末が確実に来るのに、日本人はその
ことをですね、正面から見ないと、捉えないと、そして日本は違うんだよと、他の国と違うんだという何の根拠もない、慰めでですね、問題を先送りにしているというあれと全く同じですよね。クリステルさんは首を絞められないようにご用心ということで、まあ長くは続かないでしょうね。私のあれではね、できちゃった結婚ですからね。ミルキーさん、コロンビア大学に留学した進次郎は外国の方と話すときにまずこう話すそうです。I am not speaking English と I am speaking broken Japan というだからアメリカに留学し、コロンビア大学に留学し、そして、客員研究員として CSIS アメリカのシンクタンクに、勤務したという経歴を持っている人間がI am not speaking English ってまず外国人に言うらしいんですよね。何なんでしょうね。ミルキーさんです。ということで、何でしたっけ。そうか、今日のメインテーマですね。ですから再び騙されてはいけないよということなんですね。これはもう菅官房長のいわゆる自分がフィクサーとしての立場を確保するために落ち目の小泉じゃない安倍晋三ポスト安倍晋三の後狙いをしてるわけですよね。でそのことは一切誰も言わないと、マスコミも言わないということで、辛辣な安倍晋三批判と自民党批判を毎日繰り返している、日刊現代すらもですね、提灯記事を書いているということで、騙されてはいけないよということですね。だからリテラはまともなこと言ってますよね。長州新聞とかね、リテラとかね。私も比較的まともなこと言ってると思うんですけど、二度と騙されてはいけないよと。日本人の国民性としてやはり権力あるいは権威のある人の言うことにコロッと騙されると。そして、悲惨な結末を経験しているにもかかわらず、そのことの根本的な問題を検証するということをしないで、スルーすると。そして、希望としてそんなことは二度と起こらないでしょうと。日本は特別だからと、日本人は特別だからという根拠のない慰めで、事態をますます悪化させているという、まさにこのジム・ロジャースが言ってるような事態に二度とならないように騙されてはいけないよというのが今日のメインテーマの趣旨ですね。スナズキンさん、先代の円楽師匠は日本語、英語、フランス語、アルファプラスアルファ落語に堪能だった。そうなの。円楽っていうのはそうなんだ。すごいですね。落語っていうのもいいですね。外国語、落語。ということで今日のメインテーマのメイン、ポイントですね。騙されちゃいけないよと。日刊現代すらもこのような長身記事を書く。これ11、17。
それで今度の突然の首相官邸での記者会見を仕掛けたのは、先の参議院選挙で敗北し求心力を急速に失った安倍晋三ではないと。ここがミソなんですね。それを仕掛けたのはポスト安倍晋三を狙う官邸の陰謀家、謀略家、菅官房長官だった。これがミソだということですね。それで菅官房長官の第一の目的は、先の、参議院選挙で山本太郎のれいわ新選組が大健闘して、選挙中はわざとスルーして、無視してたマスコミが選挙後こぞって山本にスポットを当て始めたため、それを潰すためと報道ジャックをしたんですね。で、第二の目的、これが本当の目的なんですね。菅官房長官。これは国民に人気のある改革派小泉進次郎を前面に押し出すことで、ポスト安倍首相を狙う自分の影響力のあるフィクサを位置づけると、自分をフィクサーとして位置づけるという目的があるんですね。自分がポスト安倍は自分が主導するんだよと。そして参議院比例で240万票も減らして敗北した傷だらけの安倍晋三傷だらけの悪代官安倍晋三に距離を置いてですね、引導を渡して退陣の意思表示をすることだったんだと。あんたもう十分やったから、やることやったから、もうあとは自分に禅譲しろよという意思表示なんですね。で、このような菅官房長官を司令塔とする官邸と自民党とマスコミが仕掛ける結婚話と、それから小泉進次郎首相待望論の陰謀的な世論誘導に再び騙されてはいけないよと。騙されないために3つの隠された正体を暴かなくちゃいけないということなんですね。マスコミは一切言わないですからね。いや、3つの隠された正体とは何かと。これは小泉進次郎の正体、隠された正体とから父小泉純一郎の隠された正体とは何かと、そして小泉家の隠された正体とは何かと、この3つだというね。で、小泉進次郎の正体とは何かというと、さっきの写真ですね。結論から言うと、小泉進次郎の隠された正体とは、米国ジャパンハンドラーズの工作員であると。こういうことなんですね、結論から言えば。何が改革派だと。で、小泉進次郎が
関東学院大学経済学部を卒業した後、米国ジャパンハンドラーズの一人、コロンビア大学のジェラルド・カーティス教授の下でコロンビア大学に修士留学したんですね。英語ができなくてなんで、アメリカの大学修士取れるんですかね。留学し、その後ジャパンハンドラーズの一大拠点ですね、 CSIS 戦略国際問題研究所の客員研究員になったと。2年ぐらいいたんじゃないですかね。1年か2年。何もしてないでしょ。何もできないでしょ。で小泉進次郎は2008年に父親純一郎が政界を引退して彼を後継候補に指名し、自民党の後任として2009年の第45回衆議院選挙に立候補すると。神奈川11区ですね、横須賀から出馬し15万票を取って初当選したということなんですね。だから全部他人のふんどしなんですよ、これは。で次にそれで、さっきの画像ですよね。マイケル・グリーンを囲む会という。でこの写真を見ればマイケル・グリーン、ジャパンハンドラーズの司令塔の一人と非常に近い関係にあるというのがすぐ分かるよということなんですね。で2つ目の隠された正体、これは父親の小泉純一郎。結論から先に言うと、小泉これか自民党をぶっ壊すとを叫び、改革派として、自民党総裁選に出馬し当選した小泉純一郎は2001年から2006年の6年間小泉政権下で、新自由主義の小泉構造改革を強行したと。その結果何が起こったかということですね。その結果今に続く国民の総貧困化が起こったと。今に続く、日本の主権の米国への売り渡しが起こったと。そして、自衛隊の海外派兵イラク参戦を彼はやったんですね。で、参照記事として私のブログ記事ですね。日本の貧困化主犯小泉純一郎と竹中平蔵を
このまま延命させてはならないということで、2011年ですよ、3月24日。これはあれですね、3.11 の直後ですね、ブログ。これの URL。だから小泉純一郎と竹中平蔵が強行した小泉構造改革とは一体何だったのかという検証がされてないんですよね。日本はいわゆる国民生活を破壊すると、あるいは国民の資産とか国民の生命を危険にさらすという重大な事件ですよね、が政治上起こると、行政上起こるということに対してちゃんとした総括をしないままうやむやにしてるんですね。だからいまだ昭和天皇裕仁のアジア太平洋侵略戦争、彼が主導して5000万人のアジア太平洋諸国民を殺したという最大最高の戦争犯罪に対していまだ日本人はその総括をちゃんとしてないということだから、例の慰安婦、従軍慰安婦問題とか、あるいは徴工兵問題、韓国との徴工兵っていう言葉自体が間違ってると思うんですね、私は。強制労働でしょ。日本政府と日本の軍隊による強制労働ですよ。その最たるものが麻生財閥、麻生炭鉱ですよね。あそこに1万人以上の朝鮮から強制的に引っ張られてほとんど賃金が払われないという朝鮮労働者が1万人以上いたんですよね。で彼らの血と汗と涙によって戦前の麻生財閥の基礎ができたということで、戦後炭鉱をやめてセメント業になって、今はさまざまな飯塚市を拠点にしたコングロマリットになっているということの最初の、基礎っていうのは1万人以上の朝鮮人、強制労働者の血と汗と涙によってできてんだということなんですけど、その歴史が一切語られないと、隠されていると、タブーになっていると、こういうことですよね。で彼は首相にもなって、副総理として財務大臣として、ずっと居残っているということですよね。普通だってありえないようなことが日本ではありえるんですよね。K さん、これなんだろう、進次郎、栗、結婚、宿泊、祝福、クッキーを早くも国会土産にという、靖国神社に安倍晋三夫妻、麻生太郎土産はいつも売ってますという。そうなんだ、すぐそうなんだね。こういうふうになっちゃうんですね。砂月さん、韓国人観光客に、現に苦しむ地方の観光地と、原因は小泉政権の三位一体の改革ということですか。砂月さん、麻生財閥、そうです、許せませんという。そうなんですよ。そのことを大手マスコミは一切書かないんですね。書くのは外国のメディアだけと。ですから国民は知らないんですね。知らされてないと。そういうのがたくさんあるんですよ。何でしたっけ。小泉、構造改革の隠された正体、
これですよね。これですね。日本の貧困化の主犯。このブログ記事ですね。そして3つ目の小泉家の隠された正体とは何かと。これは結論から先に言うと、小泉家の隠された正体とは、元が横須賀のヤクザだったと。ヤクザなんですよ。ということで、3つ目。これだ。で長男がヤクザの抗争で殺されてるんですね。小泉、又次郎というのが曽祖父で初代なんですね。入れ墨大臣という異名を取ったという。だからヤクザが大臣になったという。普通だったら考えられないですよね。で長男が殺されたんで、鹿児島の田伏せから鮫島純也を婿養子にしたと。で彼も衆議院議員になって最後は防衛庁長官だと。なぜ防衛庁かというと横須賀の米軍利権だからですよ。そして純一郎が元の総理大臣と、そして進次郎が本人であり幸太郎が兄貴と俳優です。そういうあれですよね。で参照記事として、小泉純一郎の実家はヤクザ小泉組だったという。これも古いですね。2010年3月20日のブログですね。このこと誰も書かないですね、日本のマスコミは。で URL がこれです。ということです。今日のメインテーマはそういうことでした。現在もう1時間13分ですか。73分4秒視聴されてる方が同時期で60名、全部で150名様、コメントが56件ということですね。今日のトピックスコラムですね。世界経済はすでにリセッションに入ったということで、循環指標が示唆しているということである。これロイターですね。ロイターの長い文章ですけど、やばいよということで、ジム・ロジャース氏が言ってるリーマンショックをしのぐ世界恐慌が起こると、必ず起こると言ってるんですね。その前段階に入ったんじゃないかということですよね。リセッション。でこれが URL です。から次に米南部の不法移民一斉摘発と子どもたちが親の救援を訴えたという先ほどの画像で紹介しましたけど、ナチスのユダヤ人狩りと同じような国家権力犯罪が公然とトランプによって行われているということですね。これ AFP ですね。それからカシミールをテロから解放とインド首相が演説ということで、これはインドの
モディか。モディという首相。彼はヒンズーの原理主義者なんですよね。宗教原理主義者ですよ、モディっていうのが。でカシミールから自治権を取っちゃったと。インドが直接支配する体制にしたと。口実としてテロから解放するためというとんでもないことをやってるんですね。から次は同性愛者狩りで活動家殺害と、ロシアの LGBT に、恐怖広がるということで、ロシアの性的少数者 LGBT 人権活動家のエレナ・グリゴリエワさんが同性愛者狩り集団の標的リストに自分の名前が見つけたとき、その危険性を真剣に受け止めない様子だったと。で彼女は殺されたんですね。AFP。 そして今日の重要情報ですね。これ、リテラですね。小泉進次郎と滝川クリステル官邸に結婚報告の裏、安倍に、寝返り、田崎史郎司会で、進次郎菅官房長官の蜜月対策もという、これリテラですね。だから9月に小泉進次郎を入閣させ、悲願である憲法改正のスポークスマンにするという狙いがあるんでしょうね。騙されてはいけないよということです。ということで今日金曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただいてありがとうございました。現在日本時間で、22時50分ですね。もうすぐ13、夜の11時になっちゃいますね。ということで、今日の放送終わりです。砂月さんお疲れ様でしたということで、明日土曜日日曜日お休みなんで、来週の月曜日ですね、もしよろしければまた合流してくださいということで、今日の金曜日の放送はこれで終わりです。久しぶりの二元放送でした。それではおやすみなさいですね。放送終わります。終了。放送終わります。